こんにちは、海蔵です。今日は世界に届け生ける伝説浜田真理という動画をお送りします。よろしくお願いします。この動画を作った理由をお話ししたいと思います。2019年の5月に日本武道館での浜田真理さんのライブレポートの動画を作成しました。その動画にはたくさんのまりちゃんのファンの皆様からコメントもいただきまして誠にありがとうございます。そしてまりちゃんのことを知りたいっていう英語でのリクエストのコメントをいただいたんですね。日本語圏のまりちゃんのファン以外の方もまりちゃんが大好きっていう方が英語でもっと知りたいっていうコメントをくださいました。ありがとうございます。それで今回このような動画を作ろうと思いました。普段まりちゃんはあまりメディアにも出られないので、まりちゃんのことがわかるのは何かなと思ってある番組を書き起こしをしてみました。結構こんだけ量はあるんですけど、今回は抜粋しながらお話ししていこうと思います。今回の動画の目次なんですけれども、ある番組だけでなくちょっと違うところからもお話を持ってきました。日本でもミステリアスなのでウィキペディアによる基本情報、まずですね基本情報です。そして次に浜田真理のオールナイトニッポンゴールドという日本放送の番組からお話を書き起こしています。日本でもまりちゃんは謎、ご本人も認める浜田真理という音楽家、デビュー初期の苦悩、メタルクイーンへ、成功者の冒険、変わらぬスピリット。これは私が見出しを作ってみたんですね。で、ミッションの音作り、ミッションの残したもの、浜田真理のミッションとは。そしてここで小ネタなんですが、たまに超面白いこと言うまりちゃん。そしてゲスト、音楽評論家の伊藤清則さんとの対談となります。そしてまた小ネタ、まりちゃんは訛りを聞き分ける。ここまでが日本放送のオールナイトニッポンゴールドなんですが、次に坊さんのニコニコ生放送 2019-0421 坊の大暴走というニコニコ生放送の番組より一部お話を持ってきました。そして最後にまた浜田真理のオールナイトニッポンゴールド視聴者からのメッセージです。こういった内容になっています。長いので YouTube の目次もつけておきますので、時間の合う時に見たいところを見るっていうこともできます。ぜひ最後まで見てください。では始めましょう。日本でもミステリアスなのでウィキペディアによる基本情報をお届けします。はい、まず浜田真理さん、東京都出身、中学生の頃からコマーシャルソングを歌っていました。青山学院大学でミスティキャッツというバンドのボーカルをされていました。1983年にルナティックドール暗殺警告でメジャーデビューを遂げました。この時のまりちゃんのキャッチコピーは、まりちゃんはヘビーメタル、糸井重里さんがつけたキャッチコピーです。そして1988年にハート&ソウルという NHK ソウルオリンピックのテーマソングとなって、これが大ヒットします。とても大ヒットしたんですが、その昔のテレビ番組でデーモン小暮閣下がこの曲を知らないって言っていたのに、私はとても驚きました。デーモン小暮閣下はリターントゥーマイセルフのカバーも出しているんですよ1989年にリターントゥーマイセルフしないしない夏がオリコンチャートの初登場5位を記録します。この時超売れっ子のプリンセスのダイヤモンドや工藤静香の嵐の素顔などと熾烈な1位争いを遂げた末に登場6週目にして1位を獲得します。同タイトルのアルバムも1位を記録。日本武道館公演を含む約70本の大規模なツアーを行います。その後もいろんな曲が大ヒットしているんですが、ヘブンノーズ、パラドックス、
Cry for the Moon など名だたる名曲がマリちゃんにはあります。超ヒットメーカーとなった浜田真里さんなんですけれども、意欲的な活動から一変して、1996年ペルソナを発表して以後ライブ活動を中止することになるんですね。この時期はお休みをしてたっていうんではなくて、アルバム制作を続けながら精神分析学を勉強されて、そういった知識を生かした作詞やレコーディングエンジニアリングなどのノウハウなども勉強されたと言われています。そして2002年マリゴールドを発表します。この時に9年ぶりとなるライブツアーを再開します。私はこのマリゴールドツアーに幸いなことに行くことができて、感動のライブを見ることができました。その後アルバムセンスオブセルフ、エラン、シュールリー、アステティカ、レジェンダ、ミッション、そして今作2019年のグラシアとアルバムを意欲的に発表されております。ここまでがウィキペディアで書いてある情報で、さてこれからはウィキペディア以外の情報をお話ししていきます。ドドーン。はい、2016年1月22日に放送された日本放送の浜田真里のオールナイトニッポンゴールドという番組から引用して抜粋してお話ししていきます。これはミッションが2016年1月13日に徳間ジャパンコミュニケーションズから発売されたことを記念して放送された番組です。33年分おしゃべりしますということです。はい、番組冒頭でまりちゃんがどうしてこういう放送に出ることにしたかっていうことをお話しされました。一部読んでみますね。正直言うとレギュラーパーソナリティのねお話は過去に何度もいただきまして、スタッフに私は普段何を考えているのか謎なんで、もっと人間を出した方がいいとか言われたそうです。そんな風に説得されることもよくあったんだけれども、その度に嫌ですと返答してきたそうです。まりちゃんらしいですよね。でそんな中まりちゃんが今回のオールナイトニッポンのパーソナリティをやることになったのは多くは語りませんということでした。1月13日発売の25作目のニューアルバムミッションのリリースを記念して、このアルバムをなるべく多くの皆さんに聴いていただいて気持ちを共にしたいと考えて本日を迎えましたということでした。日本でもまりちゃんは謎ということをご自身も認めていらっしゃいます。では放送より抜粋してお話していきますね。デビュー初期は作られたシンガーという目で見る人もいました。プロモーションで伺った場所でもあまり好意的でない反応も多くて、バカにされてるなぁと思ったり誤解を受けてるなぁと辛い日々もありました。でも決して作られたものでもなく、無理やりハードロックをやらされていたわけでもなく、小さい頃から歌を歌っていたので自分なりに自信もあったんだけれども、出花をくじかれるような思いでとても悔しいデビュー時代でもありました。失望感とともに負けず嫌いな気持ちが自分を発奮させたというか、なおさら頑張ってやろうという気持ちになったところがあったかもしれません。それから自分で自分のアルバムをセルフプロデュースするようになって本領が発揮できるライブを繰り返すようになった頃から、徐々にまりちゃんに対する見方が変わり、やっとヘビーメタルクイーンと呼ばれるようになってきましたということです。そしてコンサートを重ねていく中で人に伝える歌の表現を意識するようになって、自分の音楽を自分でしっかり仕切ってやっていくってことを主張したかったというか、心のパワーをお客さんに伝えたいなと思うようになってきたそうです。そしてその後アメリカに単身渡米、レコーディングの拠点を LA に移し、徐々に音楽性を広げ、
ロックの世界では誰もやらなかったテレビのチャート番組に出たりしてシングルヒットの時代を迎えたんです。浜田真理という音楽家、成功者の冒険、リターントゥマイセルフなどの大ヒットの時代が訪れます。それから数年間商業的には大きな成功を収めましたが、人とは違う自分でありたい、冒険的なためかいつもなぜか批判されるタイプであったことも事実だと思います。90年代にはアジア、ヨーロッパで活動を始め、日本以外の場所でアルバムをリリースしました。アジア、オセアニアのいくつかの国のインターナショナルチャートでは連続1位の英語のヒットシングルも残すことができました。でもそういう情報をフィードバックできるような時代でもなく、ファンの方にさえ日本をおろそかにするななんて言われる時代でもあったそうです。変わらぬスピリット。その後も信じた方法でアルバムのリリースを続け、周りに何と言われようが誇りを持って自分のやり方を切り開いてきました。先ほどのウィキペディアにもありましたが、いろんな意味の不安や反発心からライブを一切休止するという長い期間がありましたね。そのような時期を経て、今も変わっていないのはスピリットの部分だと思います。自分をしっかり持って冒険を恐れず、けれど自分の信じたことは曲げない、そういう姿勢です。ミッションの音作り。2016年に発売されたミッションに込められた思いをこの番組でお話しされています。このミッションはいつにも増してたくさんのミュージシャンに参加していただいて、それぞれが他の参加ミュージシャンと競うようなプレーを存分にしてくれました。まさしく競うという字の共演、競い合うような演奏です。そして日本人もアメリカ人もほとんどが20年30年来のファミリー的な仲間のミュージシャンなんですが、今回初参加のメンバーとしてはミスタービッグのメンバーでもあるベースのビリー・シーンなどが素晴らしいプレーをしてくれました。ミッションの残したもの、ミッションに対する音作りはただただヘビーな作品という狭いカテゴリーではなくて、現在の自分にしか作れない新しいハードさを目指しました。デビューの初期はヘビーメタルクイーンと呼ばれて、それを全うする作品を考えて頑張って作っていた時代がありましたが、でもまだそれは幼さの残る自分が残した作品でありました。30周年を超えてミッションは大人になった今の自分がしっかりと制作するハードロック、それもモダンなハードロックアルバムを残そうと思ったんです。浜田真理のミッションとは、自分の多くの作品の中のマスターピース、傑作になり得るものと考えました。それが使命としての一つのミッションでありました。基本ベースがハード系のアルバムでありながらも、80年代後半や90年代のヒットアルバム時代に培った感覚も駆使して普遍的なキャッチーさをも残る作品にしようと考えたんです。いつの時代もそうでしたけれども、制作する音楽を通じてコアなハードロックファンと一般の音楽ファンの方々をつなぐ役割を私がしなければならないっていうような意識も大きいからです。それも一つのミッションですということです。はい、ここで小ネタのコーナーです。イメージオブ浜田真理というコーナーがあったんですね。勝手にまりちゃんのことをイメージして、まりちゃんはこうだろうっていう視聴者のメッセージのコーナーがありまして、視聴者の方が浜田真理は何でも捨てずに取っておくタイプで、デビュー当時の衣装も全部自宅に残しているというイメージ。まりちゃんの答えは、物は捨てられないタイプですと答えていらっしゃいました。でこのコーナーは対談形式の伊藤さんとの対談だったんですが、伊藤さんが浜田真理展を開催して衣装を並べてはどうかと提案したら、
まりちゃんはなんとこの世を去ったらじゃあフフフフフフって冗談ですけど伊藤さんはなんでだよって突っ込んでました。まりちゃんたまに面白いことを言うんですけど、たまにっていうか結構面白いことを言われますよ聞いてると。で今も言ったゲストで登場された音楽評論家の伊藤清則さんがまりちゃんに質問する形でゲストでいらっしゃいました。ではここからは伊藤さんとまりちゃんの対談となります。継承略とさせていただきます。伊藤、ヘビーロックに自分が戻ったのはいつぐらいからの感覚なんですか？まりちゃん、ここ10年ですね。伊藤、90年代末にまりちゃんご自身でレコーディングのことや音楽のことをより深く知っていった方がいいだろうということで勉強なさりましたよね。自己検査を積んだというか。まりちゃん、そうですね、作り方はあの辺で随分変わったんですけれども、でも音楽がヘビーにまた回帰し始めたのは2000年過ぎてからだと思います。自分でもよくわからないんですけれども、時代背景や社会の風潮とかを見て、自分がどういうスタンスでどの立ち位置でいるのが一番かっこいいのかなとか、そういうことを考えて次第にそうなっていきました。それは自然なことでした。伊藤、セルフプロデュースでアメリカに行って、アメリカのエンジニアやプロデューサー、海外のミュージシャンと仕事をするのって難しいですよね。なぜかというと、どこかで妥協点を見つけないと彼らにもプライドがあるから、大変な状況の中でセルフプロデュースをやり始めるわけじゃないですか。意識がないと押されちゃうからね、というようなことをおっしゃいましたね。名高い海外のアメリカのミュージシャン、プロデューサーと同等に渡り合うっていうのは大変ではなかったですかっていうような意味かと思います。そしてまりちゃん、そんなにないですね。皆さんよくしてくださいましたし、ただやっぱりぼーっとしてたら全然違う音楽性になっちゃうなとか、そういう危惧はいつも感じて、自分をしっかり持っていようと思ってましたけれども、いつも楽しくやらせていただきました。でも辛いようなことはたまにあったかな。トイレで泣いたりっていうのは初期の初期はありました。伊藤さんがそれはどんなことがあったんですかと質問されて、まりちゃんは初めのうちは今より全然英語がわからなかったんです。そういう状態で行ったので、言葉の中でクレイジーとかそういうのが出てくるだけでうわーっとなっちゃうんですね。日本人はセンシティブなので、自分が信じている音楽を自分が信じた通りに弾いてもらいたいので、細かいんですね、若いなりに。そういう中でちょっと口の悪い人たちはそういう言い方をしたり、スラング的なものが出てきたりすると、その時点でうーっときましたね。でもほんの一瞬ですよ。5、6分で泣いて吹いてパパッと出てくるっていうことをおっしゃってますね。まりちゃんはライブなんかで MC されてる時の表情はまあ見えないとしても、お話の仕方とかすごく優しくてマイルドで、本当に歌とのギャップがすごい激しいなと思うんですが、やっぱり音楽に対する姿勢っていうのはこういうのコメントを見てももう厳しいんだなっていうことがすごくわかるエピソードだと思います。芯が強いからこそ日々努力ここまでされて芯を曲げないっていうのをすごい感じますよね。はい、そしてもう一つ小ネタです。伊藤さんとのお話の中で、伊藤さんは東北出身っていうことをお話しされてて、日本人はですね縦に長いのもあって、東京のような標準語ばかりではなくて、北は北の訛り、南は南の訛りっていうのがあります。それを北海道弁って言ったり、島根弁って言ったり、鹿児島弁って言ったりするんですが、最初何言ってるかわからないぐらいのズーズー弁って言ったりするんですが、そういう訛りがあります。
その伊藤さんは東北の方の訛りがあるはずなのに、まりちゃんは伊藤さんは訛りがないですねっていうことを聞かれてましてね。でまりちゃんがね、私ね喋りも音で撮るんですね、伊藤さんはそれ訛りが全然ないですよとおっしゃってまして、これも私すごい衝撃的でした。まりちゃんはそういうとこも見抜いちゃう耳があるんですね。訛りも見抜く耳を持つまりちゃんのエピソードでした。そしてまた伊藤さんとの対談に戻ります。伊藤、マイク・クリンクとかそういった方とも仕事で学ぶことが多かったんではないですか。まりちゃん、大きく全体をつかむというか度量というんですか、そういうのは感じましたね。でも正直言って自分が追い求めた確固たるプロデューサー像は今も30年経ちましたけれどもまだ見つけられてないんですね。伊藤、なぜかというとまりさん自身がプロデューサーなんですよ。まりちゃんそうだとは思いますけどね。伊藤、ミッションではビリー・シーンとかグレッグ・ビソネットとかそうそうたるプレイヤーとやってますね。まりちゃん、グレッグとはここ数年やっていて、グレッグは本当にすごいです。タイム感もそうですし、どんな曲をお願いしてもベストに近いグルーヴで仕上げてくれるっていう、それも本当に短時間でほぼ初見に近いんですよ。ドラマーとしてだけじゃなく音楽家として全てに長けていると言いますか。細かいノート、音符ですね、メロディーが細かく書いてあるものでも譜面を見ながらそれを歌えてしまうんですよね。私とかはコマーシャルソングをやってたりしてノートは読めるんですが、私以上に早く読めるというか、そういうところが普通ドラマーはそういう人じゃない人が多いんですが、というふうにおっしゃっています。何か他の情報でまりちゃんがNHK のソングスだったかな、ちょっといろいろ私も情報がバラバラで申し訳ないんですが、うる覚えなんですが、まりちゃんのそのプロデュースの細かさっていうのが分かる番組がありました。もうこうやって弾いてって、自ら表現で伝えるんですよ。でそういうことができるっていうその能力の一端がここで分かったような気がしますね。譜面を細かく見てそれを人にやってもらいたいっていう、この自分でやった方が本当は早いかもみたいなねところってクリエイターってあると思うんですけど、それをやってたら終わらないんですよ。作品もできないし、たまにね岡村康之さんとかいますけど、人とやってまた相乗効果っていうのもあるでしょうし、楽器を使うか使わないかっていうのもあるでしょうし、ただこのまりちゃんの場合は自分でもう組み立てちゃって編集も全部するっていう、すごくね勉強の量がすごい半端ないしと思いますし、こだわりっていうのを持っていらっしゃいますね。私はぜひですね、これも何かの雑誌の音楽ライターの人がまりちゃんに提言されてたんですが、私ぜひまりちゃんに誰かをプロデュースしてほしいと思います。本当にぜひ見てみたいなと思うんですけども、まりちゃんのスタッフの皆様お願いできませんでしょうか。お願いします。面白そうでしょ。はい、伊藤さんとの対談が続きます。ビリー・シーンはどうでしたか。まりちゃんは繊細な技巧派のイメージを勝手にビリー・シーンには持っていたんですけども、実際にお会いしたらやっぱりアメリカンな大雑把な感じでした。でもその分強くてアグレッシブでネックを持つ手の強さ加減、それの辺から出てくるんでしょうかね。あのフレージングは私自身全部編集とかも細かくするんで、レコーディングの直後はかなり大雑把かなと思ったんだけれども、ちょっとずつタイトにしていったらやっぱり最後にはすごいなって思いましたとおっしゃってます。それに対して伊藤清則さんは、浜田真理さんとは厳しい方です、とっても厳しいと叫んでいました。はい、
ババーン。ここで突然ですが、グラシアにはたくさんの豪華参加ミュージシャンがいらっしゃいますね。今までのお話はミッションなので2016年のお話なんですが、現代に戻ります。2019年発売のグラシアに参加されたベーシストのボーさんのお話です。ボーさんといえばベビーメタルの神バンド、ベースの神と呼ばれています。そのボーさんがニコニコ生放送2019年4月21日のボーの大暴走という番組でビリー・シーンについて語っていましたので、そのお話をしようと思います。ボーさん、ビリー・シーンはアイドルである。地球上の中で一番好きな人で、彼がいなければプロベーシストにはなっていなかったと。グラシアの武道館公演のゲストがまだ決まっていなくって、誰にしようかってことをリハーサル中に相談していたそうです。マリちゃん自身もまだ決めていなかったんですね。そんな時にボーさんにマリちゃんから直メールが来ました。ビリー・シーンを呼ぼうと思うんだけど、ボー君どう思います？というメールを見て、ボーさんはその時飲んでいたコーヒーを吹いたそうです。呼んじゃうのってそしてボーさんは冷静を装って返信します。どんな風に演奏するんですか？するとマリちゃん、ボー君とダブルベースとかどうかなと思ってます。ボーさん、面白いと思いますと冷静に返信したそうです。そして実際にビリー・シーンが来日します。ビリー・シーンはボーさんにこう言いました。 Hey boy, I know you。 意気投合した2人はお互いのベースを弾き合ってすごい盛り上がったそうです。ビリー・シーンの小ネタなんですが、ビリー・シーンのストラップはアメリカの空母に戦闘機が着陸するときに戦闘機を止めるためのベルトと同じ素材を使っているそうです。それぐらい強固にしないとストラップは使えなくなるぐらいの手力なのか知らないですけど、そんだけがっちり止めてあるそうです。ボーさんはすごい感動したっていう話をされてまして、ビリー・シーンは来日する時にスタッフも通訳も連れずにベースを担いで空港に一人で来たそうです。来日後はアテンドスタッフがいたそうなんですけれども、そういう姿を見てボーさんは、僕もセッティングは自分でやろうと思った、それがかっこいいことだと思うというふうにおっしゃってましたね。今救急車が来ております。よく来るんですよね。でこの2019年の話なので、ちょっと私の武道館の時のことで言うと、私はあまり聞けてないんですね。早めに行けなかったので聞けなかったんですけど、そのツイッターとかで並んでいる時に、武道館に並んでいる時に音漏れがすごいしてたそうなんですよ。多分この時にファンの方はゲストが誰かって分かったらしいんですね。音漏れがして、あれはビリー・シーンが弾いてるんじゃないってなったそうなんですね。なんですが、その武道館の直前ならいいんですけど、そのボーさんによると、マリさんもゲストがビリー・シーンなことがバレないようにしてたのに、ビリー・シーンは Facebook でグッドモーニング東京と投稿してて受けたそうです。もうバレバレだったそうですね。そしてもうちょっとボーさんの話なんですけども、私はこういうボーさんとのような若手の次の世代のベーシストというような方をマリちゃんが一緒にやられて、そしてビリー・シーンとボーさんが出会う、前にボーさんはビリー・シーンと会ったことはあるそうですが、一緒にプレーするっていうことまで実現、そういった夢が実現するっていうようなことをつなぐ、まさにつなぐ役割っていうのがマリさんのミッションっていうことであるならば、一つ一つマリさんの使命っていうのは実際に結実していっていると思っております。なのでボーさんの話注目しているんですね。ボーさんのベースもすごいかっこいいです。6弦ベースです。ボーさんがこういうふうに言っています。ビリー・シーンのような大好きな人に会って一緒にプレーをしたから、
今後は誰かに会う時に緊張しないんじゃないかと。緊張するとすれば天皇陛下と会う時ぐらいじゃないかなって、それぐらい大きなことだったというふうに坊さんはおっしゃってました。私も感動しますね、こういう話を聞くと。35年前、僕は1歳、マリさんレベルになると内外の凄腕ミュージシャンを呼べちゃうのに、フリーランスのような僕を選んで一緒にやろうと言ってくださるのはミュージシャン冥利に尽きる。坊さんはそうおっしゃってます。はい、では最後になります。視聴者からのマリちゃんへのメッセージ、そしてマリちゃんの答え見てみますね。2つ選んでみました。私が読むのも何かなと思いながらもこの動画を見て改めて本物のオールナイトニッポンゴールドを見てみてください。私の役割は YouTube でマリちゃんのことを知らしめていきたいなっていうのもありますし、 YouTube で字幕を作ることができるので、それを作ることで海外の英語圏の人たちにもマリちゃんの考えていることや哲学や歴史っていうのを伝えていけるなと思ったので、改めて同じことをかぶるんですが、こういう動画を作っています。ミッションの時とグラシアっていう時の間で感じたこともお話できたかと思うので、そういうまとめる意味でも動画が役に立てばいいなと思ってます。はい、なので私が読むのもなんですが、視聴者からのオールナイトニッポンに当てられたマリちゃんのメッセージを読んでみますね。静岡県のヒデさんから、マリさんの新作がリリースされるたびに思うことですが、今回も文句なしに最高傑作だと思います。長いキャリアを重ねながら常に進化し、過去の自分を超え続けるって本当にすごいですね。世界中見渡してもそんなロックシンガーいないんじゃないでしょうか。これからもずっと応援し続けるので頑張ってください。マリちゃん、ありがとうございます。いつの間にか25枚ですからね。確かにそれを考えると、ロックの女性ボーカルとしては前例がないって皆さんに言われて、世界的に見てもほとんど前例がないって皆さんおっしゃるので、記録をもっと伸ばそうかとは確かに思っています。いつも応援ありがとうございます。では最後のスライドになります。この視聴者からのメッセージは、一ファンの私も心に留めておきたいなと思うメッセージとマリちゃんのコメントですので、このスライドを最後に選びました。神奈川県のルリカさん、2014年にマリさんの音楽に出会い、生きる希望と勇気をいただけたことに感謝の気持ちでいっぱいになり、翌月ファンクラブへ入会しました。最新作ミッション、さらにハードでパワーアップされたマリさんの美しく力強い優しいハイトーンボイス、ミュージシャンの方々の難しすぎる演奏に感動しました。さあ生きなさいと背中を強く押されたような感覚。生き方に正解はなく、みんなそれぞれの人生を自分らしく、今という時間を大切に焦らずに生きていこうと勇気づけられた気持ちになりました。これにマリちゃんはこう答えています。嬉しいですね。最近新しくファンになってくださった方ってかなり多くなってきて、もちろんね、ずっと長い間支えてくださった方も大事なんですけれども、最近ファンになってくれたんだっていう声を聞くと、まだまだ私やれるんだななんて思っちゃってね。逆に私もね、こういう方と言いますか、ファンの皆さんにね、勇気づけられている毎日です。ありがとうございます。このマリちゃんのコメントを私は深く心に刻みたいと思います。世界中からマリちゃんに熱いメッセージが届くことを願ってこの動画を終わりたいと思います。ずいぶん長くなりましたが、最後まで聞いていただいてありがとうございます。アドビ系 VTuber であり、一浜田まりさんファンである海蔵でした。よろしかったらチャンネル登録をお願いいたします。